京都の事件は、ひろゆきの推測通りの最悪な結末でしたが、このような事件を減らす対策はありますか？ありません。事件というのは一定の割合で起こるので、なので、世の中から事件を減らすっていうのは難しいんじゃないかなと思います。京都の小学生行方不明の件、結局見つかる確率ってどのくらいだと思いますか？仮に誘拐してたとして、身代金目的であれば、2週間食べ物を与えて生きているという可能性はあるかもしれないですけど、身代金目的でないとして、その子をずっと保持し続けるというのは、なかなか厳しいんじゃないかなと。本来調査した場所で何にもなかったけど、突然親族が、ここにリュックサックがあるぞ、みたいなことを言い出して、でもこのリュックサック、雨降ったはずなのに濡れてないよね、みたいな、謎な状態があるとか、監視カメラを見てる限り、あれ、車から子供が降りた映像はないみたいですけど、子供、本当に車から降りたんですかっていうところが、言ってることと証拠違いませんっていうのがあるので、どうなのかなっていう事件ではありますよね。警察はもう分かってるんだと思うんですよね。こいつやろっていう。とはいえ、疑うに足る情報はない、逮捕するほどの情報はないので、一応客観的にいろいろ調査をして、調べているという状況なんじゃないかなというふうに思います。家族が行方不明で警察を捜査中ですが、スマホの位置情報をなかなか取れません。法律だと思いますが、良い方法はないでしょうか？心配です。法律の問題ではなくて、取れないんですよね。スマホの位置情報は。ただし、取れるものがあります。基地局です。一応日本の場合って3つぐらいの基地局の電波を拾ってスマホが通話できるようにするんですけど、スマホの GPS の位置情報を外部から抜くことはできないんですよ。ただどの基地局がそのスマホにつないでますというデータを取れるので、なので基地局3つぐらいのデータでここつながってるよねっていうのが分かれば、そこの円書いてここだよねっていうのがある程度いけるので、なので残念ながらただの行方不明で本気で探す必要がないという状態だったんですよね。確かね、年間に行方不明者って届け出だけで数万人とか出てるんですよね。多くは喧嘩して奥さんが出て行きました、連絡取れません、行方不明ですって言ってるけど、別にムカつくから家帰んなかっただけで友達の家にいましたとか実家にいましたとか、うちの子供が帰ってきませんとかで行方不明なんですって言って単に彼氏の家に泊まってましたとかがよくあるんですよ。なので本当にガチで調べなきゃいけない行方不明っていうのが実はそんなに多くないので、これは本当に大変なんですって言ってもそうなんですねって言うんだけど、2、3日ほっといて本当に見つからなかったら調べようぐらいな感じで警察は割とやったりするんですよね。だいたい1日2日でみんな戻ってきちゃうんですよ。っていうのがあって、本気で調べてないっていうだけで、本気で調べるのであれば、でスマホがつながる状態なのであれば、その基地局の情報というのが使うことができます。はい。警察の犯罪白書を見たんですけど、誘拐って僕が想定する限り一番コスパ悪い犯罪だと思ってるんですけど、ドラマとか映画ではお金持ちの子供を誘拐してお金と引き換えに子供を戻してお金を取るみたいなのがあるんですけど、そもそも論自分とコミュニケーションを取ってる被害者、誘拐した子供みたいのがいて、でそこで身代金を取って逃げ切るってかなり難易度高いんですよね。誘拐ってガチでやることってそんなねえんだろうなと思ってたら、年間に2、30件ぐらいあるんですよね。誘拐自体はもっとあるんですけど、もっとある方の誘拐っていうのは、離婚した親権のない側の親が子供を連れていくとか、親権が母親にあって離婚してるんだけど子供に会いたいから父親が子供を連れてっちゃうみたいなので、誘拐として手続きを出されるっていう、家族とか血縁関係のある誘拐っていうのも含むと確か年間100件ぐらいあるんですけど、家族とかの血縁関係のない金銭目的誘拐っていうのも結構あるんですよ。ほぼ全部捕まってるんだと思うんですよね。誘拐って割に合わないのになんでやんのかなっていうのがすごい不思議なんですよね。割に合わないといえば全ての犯罪は割に合わないので、割に合う犯罪はどれだろうっていう考えてる時点でもう頭悪いんですよね。金儲けたかったら犯罪をやらない方が儲けやすいよねっていう。34歳女性、怒りの沸点が高い旦那ですが、子供ができたら性格が丸くなるという可能性にかけてみようかと考えています。そういう場合は怒りの沸点が低いと表現します。旦那は子供嫌いを主張しています。子供できても多分変わんないですよ。結局沸点の低い人って実は沸点低くないんですよ。例えば怒りやすい人って怒ってもいい人にしか怒んないんですよね。女の子とか自分より弱そうに見える人にはすぐ怒るんですけど、街中でそのヤクザにぶつかった時にヤクザにぶち切れる人っていないんですよ。やばって言ってみんな目そらして静かになるんですよ。なので沸点低いって言ってる人って自分が怒るのを正当化してるだけで、実は怒ってもいい相手に対して怒ってるだけなんですよね。会社とかで社長とか偉い人になったらそのペコペコするけど、部下とかになったらすぐに自分の感情を出すみたいな。
というので、実はその管理はできてるんですよ。感情の管理は。ただ感情の管理はできてるんだけど、それをその自分より下だと思う人に対しては向けないっていうだけなので、本質的にはその人自身の問題で、子供ができようができまいが、それを変える気がないのであれば、厳しいんじゃないかなと思います。ご相談いただいた34歳女性の方の、例えば親がヤクザとかで、怒った場合には、知り合いのヤクザが家に来て旦那さんボッコボコにするとかを、多分2、3回やると、もう奥さんに対して怒んなくなると思うんですよ。怒った場合のデメリットっていうのを体で覚えてもらうっていう方がいいんじゃないかなと思います。子供を虐待する親って一定の割合でいるんですよ。子供に対しては暴力振るわない人が多いんですけど、ただ子供に暴力を振るってしまう人というのも確実にいるので、子供ができたからといって 100% 解決するかっていうと、そこまで安心できないんじゃないかなと思います。ひろゆきさん、こんばんは。中学生になる子供への失言についてお聞きしたいです。私の夫は普段穏やかですが、時折子供が気に食わないことをすると、殴っていいと言って脅します。先日息子が夫の近くでわざとおならをしたらパチンと顔を叩きました。私にはおならよりも手を出す方が悪いと言ったのですが、夫は嫌なことをされたので手を出してもいいと言っています。しつけと虐待の境目はどこでしょうか？妻としてできることはありますか？もうすでに虐待です。自分が不快になったら暴力を振るって良いというルールを肯定してしまっている時点で、それは残念ながら DV です。しつけだというふうにしたいんだと思いますけど、残念ながらもうすでに DV です。はい。ちゃんとルールが決まってる場合であればいいんですよ。例えばじゃあ車道に向かって赤信号を走っていった場合は殴りますよっていうルールを決めていて、赤信号でありもからず走っていったら、それは殴っていいと思うんですよ。命の危険があるからこういう場合は殴りますっていうのだったらいいんですけど、俺がムカついた場合は殴っていいっていう個人の感情で殴っていい殴ってはいけないっていうルールを決めてる場合って、それはもう単なる DV なんですよね。例えばじゃあ日本の法律の場合って人から物を取った場合刑務所に入れますよとか、人を刺した場合刑務所に入れますよとか、やってはいけないこれをやった場合は刑務所に収監するだったりとか、逮捕っていう形で無理やり連れ去るとかってやるんですけど、それはあくまで明文化された行為なんですよ。俺がムカついたらとか、一人の感情によって刑罰を決めるっていうのはないんですよね。近代の国では。中国とかありますけど。っていうのがあるので、すでにもう虐待の境目超えてます。児童相談所とかに一回相談してみてもいいと思います。そういった虐待を虐待だと思ってない人に、いくら説明をしても理解してもらえないので、第三者を介入させた方がいいです。児童相談所の人とかが、いや、それ虐待ですよって言うと、今の状態って奥さんが旦那さんを虐待ですよという説明をして、旦那さんがこれって虐待なのかなって自分自身納得しなきゃいけない状態なんですよ。でも児童相談所の人が来た時にこれ虐待ですって言った場合って、旦那さんがいやいや虐待じゃないですよっていう証明をしなきゃいけないんですよ。なので家族の中で虐待だと思ってない人に虐待だって納得してもらうのは難しいんですけど、児童相談所が来ると虐待をしてる側が虐待ではないという証明をしなきゃいけなくなるので、かなり難易度高いですよ。もうさっさと児童相談所を入れた方がいいんじゃないかなと思いますけども、悪化すると思いますよ。21歳大学生です。私は幼少期頃から両親に暴力や虐待を受けてきました。怒るとすぐ手を挙げる両親が怖くて理解できませんでした。こんな親に育てられた私は両親のように葛藤になると自分の子供に手を挙げてしまうような親になってしまうのでしょうか。ならないように意識してください。感情のコントロールってやろうと言えばできるんですよね。短気な人って自分の感情がコントロールできないって言ってるんですけど、基本的に嘘つきだだけなんですよ。子供が何かやったら怒りますと。友達が何かやったら怒りますと。でもその人のじゃあ靴とかにヤクザが唾吐いてもその人怒らないんですよ。実は怒ってもいい相手にしか怒らないんですよ。自称短気って言ってる人って結局自分が怒れる相手にしか怒らなくて、ガチガチの怖い人とか来た時ってどんなことされても怒らないで我慢できるんですよ。ヤクザとかに立ち向かう本当におかしい短気な人もたまにいるんですけど、でもそういう人でも親とかお世話になった人とかだとペコペコするんですよ。親とかお世話になった人にもペコペコしないガチ短気っていう人ってたまにいるんですけど、そういう人って知的障害とかだったりして普通の一般社会にあんまりいなかったりするんですよ。なので一般社会にいる自称短気の人って実はみんな嘘つきで、単に我慢する気がないし、相手が自分より弱いから怒るっていうそのカードを切ってるだけなんですよ。怒るとすぐ手を挙げるっていうのも、相手が弱いから手を挙げていいっていう判断をしてるんですよ。めちゃめちゃ強そうなボブサップとかだったら絶対手挙げないじゃないですか。もう手挙げたら何されるか分かんないから。っていうのがあるので、考え方次第で、怒るっていう感情もコントロール可能なので、考え方を変えるっていうのでいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、
そちらから購入できます。よろしくお願いします。